皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。元気ですか？また1時間のポッドキャストを撮ろうと思います。そして、いつもは、こっちに字幕をつけているんですが、今日は上に字幕をつけています。特に、特別な理由があるわけではないんですが、いつもと違うことをしてみたくなりました。どっちが見やすいか、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。はい。そして今日のポッドキャストにはトピックがあります。食べ物について話をします。はい。1時間すべて食べ物の話をします。皆さんもちろん人間で生きているので食事を毎日しますよね。なので、すべての人に関係する話なので、いろいろなボキャブラリーやフレーズを勉強することができると思います。はい。で、今日はね、いいものを持ってきました。じゃーん。はい。ヨッシーです。これはユニバーサル・スタジオ・ジャパンで買ったペンケース、ペン立てです。はい。で、この中に質問のカードを入れているので、また1枚ずつ取って、その質問に答えていくようにします。はい。ところで、皆さんはヨッシーが好きですか？私は、ヨッシーがマリオのキャラクターの中で一番好きです。名前が似ているので、小さい頃から好きですね。はい。では、1枚目から取って答えていきます。はい。どこの国の料理をよく食べますか？どこの国の料理をよく食べますか？という質問でした。はい。私の今住んでいる地域では結構、イタリアンと中華が多いと思いますね。イタリアンと中華の店には実際によく行きます。イタリアンって、パスタとかピザとか、本当に日本人の食生活にすごく欠かせないものになっています。はい。なので、家でももちろん作りますね。うん。パスタは常に私の家に麺があって、ソースを作ることもあるし、もう今はスーパーにたくさんのソースが並んでいます。うん。なので、好きなソースを選んで、もうソースをかけるだけみたいなこともよくしますね。はい。で、ピザもピザ屋さんがいっぱいあるので、でも、日本にあるピザ屋さんって、多分、イタリアっぽい感じのピザと、アメリカっぽいピザ、多分どっちもあるんですよね。ナポリの窯とかいう名前のところは、イタリア系ですよね。で、多分ピザハットってアメリカの会社ですよね。そう、ピザハットとかもいっぱいありますね。うん。なので、イタリア料理とアメリカ料理って感じだと思います。はい。で、中華料理も家の周りにたくさんあるので、あの、結構よく行きます。うん。中華料理のいいところは、安くて提供までの時間が早いですね。うん。注文したら結構すぐに持ってきてくれます。なので、時間がない時とか、安くてお腹いっぱい食べたい時とか、よく行きます。はい。で、好きな外国の料理で言うと、アジアの料理が結構好きなんですよね。例えば、ベトナム料理とか、タイ料理、うん、とか、インドネシア料理とかが大好きですね。なんかエスニックな感じのパクチーの味とか、
ナンプラーってわかりますか？ナンプラーっていうちょっと魚の匂いがするソースがあるんですけど、その味がすごく好きで、ベトナム料理やタイ料理にはよく入っていると思います。でも私の住んでいる地域には、いくつかタイ料理もベトナム料理もインドネシア料理もありますけど、少ないんですよね。なのでなかなか頻繁には食べることができません。東京とか大阪に行くと、もうめちゃくちゃいっぱいいろんな国の料理がありますよね。なので、それはすごく都会はいいなって思うことの一つですね。もちろん、日本料理を一番食べます。はい。日本の家庭料理をよく食べます。家でも大体日本料理を作っています。そして、やっぱりレストランも、例えばうどん屋さんとか、ラーメン屋さん、とんかつ屋さんとか、お寿司屋さんによく行くので、結構日常生活では日本料理をよく食べています。これは、住む地域にもよると思いますね。すごくお店が多い地域に住んでいて、外食をよくする人は、洋食を食べることが多い人もたくさんいると思います。日本人の中でも様々みんな食べるものは違いますね。はい。という感じで次の質問に行きます。はい。料理は好きですか？はい。料理は好きですか？そうですね。料理は、なんか好きな時もあるし、めんどくさいって思う時もあります。めんどくさいって思う時の方が多いですね。基本的には一日の間にやることがたくさんありますよね。皆さんも。そう。その中で料理って特になんかやらないといけないことが多いと思うんですよ。例えば、まず何を作るか考える。そして必要な材料を買う。そして、野菜を切ったり、お肉を切ったりして、そこからやっと料理を始める感じになりますよね。炒めたり、調味料入れたりしますよね。そう。で、食べて、終わったらまたお皿を洗ったり、片付けたりしないといけないですよね。そう。だから、なんか、めんどくさいなってすごく思いますね。時間がかかるし、食べるのは一瞬で終わるのに、それまでの時間が長いみたいなので、少し嫌になることはあります。でも、時間があるときに、ゆっくりお菓子を作ったり、パンを作ったりするのは好きです。なんか、趣味ですね。こっちはどっちかというと、日々暮らすためにする料理ではなくて、趣味のための料理は好きです。はい。急がずに、ゆっくりレシピを見ながら、これ作ろう、あれ作ろうとか考えている時間はとても好きですね。はい。皆さんの国は結構料理をしっかりしないといけない国ですか？それとも、買ってきたもので OK とか、むしろあまり料理しなくて、大体外食ですとか、そういう国もたくさんありますよね。例えば、私の台湾人の友達は、朝ごはんを買ってくることがすごく多いって言っていました。というのも、台湾って朝ごはんのお店がすごく多いらしいんですよね。なので、
外で食べて会社に行く人も多いし、近くの、朝ごはんのお店で買ってきて、すぐに食べて、終わりっていう人も多いみたいなんですよね。羨ましいなって思いました。もう朝なんてめちゃくちゃ忙しいですよ。朝ごはん作って、子供に食べさせて、で、お弁当も作ってみたいな、もうすごく朝は忙しくなるので、その台湾のスタイルはいいなと思いますね。あと、最近、ドイツ人の人の YouTube を見ていて、ドイツ人は夜ご飯をすごく簡単に済ませるっていう話を聞いたんですよ。みんなかはわからないですけど、その人はこういうスタイルが多いっていうふうに紹介していました。例えば、パンとサラダ。そしてなんかパンにつけるちょっとしたなんかソースとかジャムとか、そういうもので終わりって言っていましたね。夜は料理しないって言っていました。羨ましいですね。正直。すごく羨ましいなって思いました。皆さんは料理をしますか？日本は特に子供がいる家庭では結構しっかり料理をすることが大切っていうふうに考えられていると思います。日本人の食生活のなんか良いスタイルっていうのが大体決まっていて、一汁三菜と呼びます。はい。一汁三菜。まず一つスープ。そして三つのおかずとご飯ですね。これが理想の食事というふうに言われています。大変じゃないですか。まずスープ作って、おかずを3つも作るんですよ。これをすると、健康的に生活できますよっていうことだと思うんですけど、大変だなって思います。だから最近私は、ミールキットをよく使っていますね。ミールキットのサービスは日本にたくさんあって、いろんなレベルがあります。もう出来上がったものを送ってきてくれて、もう蓋を開けて食べるだけのパターン。で、私が使っているのは、野菜はもう切ってくれていて、で、お肉ももう調理してあって、ソースもついてる。だから、すべて鍋に入れて、ソースをかけて、ちょっと加熱するだけっていうスタイルですね。これはすごく、楽ちんで10分くらいで食事ができるので、いいなって思っていますね。でもちょっと高いので、毎日はできないんですが、忙しい時にそういうのを使って料理していますね。はい。皆さんは料理好きですか？はい。では次の質問に行きます。今日はね、十何個、12個ぐらい質問を用意しています。はい。辛い食べ物は食べられますか？はい。辛い食べ物は好きですか？好きなんですけど、辛すぎると食べられないっていう感じですね。そう、好きなんですよ。さっき言ったタイ料理とかベトナム料理、インドネシア料理はどれも辛いですよね。ベトナムは辛くないか。タイ料理とかインドネシア料理ってめちゃくちゃ辛いですよね。そう、でもやっぱり味がすごく好きなので食べたくなります。でも、もし辛さを選べるお店だったら、辛さをすごく少なく低くして注文することが多いですね。例えば、日本のカレー屋さんとかでも、だいたい、ゼロから選べますね。ゼロからレベルみたいな。から100からレベルみたいな感じで、選べる
パターンが日本はすごく多いですね。そういう時は、だいたい1とか2を選ぶくらい強すぎる辛さには弱いです。なんか辛すぎると、なんか舌がもう何も感じなくなって、痛くて味がわからなくなるんですよね。それでせっかく美味しい料理も辛い、辛い、辛いしか考えられなくなってしまうので、苦手ですね。日本には韓国料理のお店とか韓国系の食品がたくさんあって、どんどんなんか日本人も辛いものに挑戦していっている感じがしますね。例えば、辛ラーメンってすごく有名なラーメンがありますよね。そう、それはもう本当にどこでも買えますね。多分コンビニとかにもあると思うし、スーパーには絶対ありますね。で、辛ラーメンは私は多分1回か2回くらい食べたことがあって、辛いけどまだ食べられます。でもなんか辛ラーメンのさらに辛い、種類のやつとかもありますよね。名前なんだっけ？ブルダックボックンミョンブルダックボックンミョンとかは食べたことがないし、多分食べられないんじゃないかなって思ってますね。そう。なんかいろいろチーズとか、野菜とかをいっぱい足したら食べられるかもしれないです。そう。韓国料理は、絶対好きなものが多いと思うんですけど、なんか、韓国旅行で辛すぎて困るんじゃないかなって少し心配しています。韓国のレストランは辛さを選ぶことができるんですかね？選べたらいいな。ね、全部辛い料理じゃないとは思うんですけど、辛い料理もできればレベル1くらいで食べたいなって思っています。はい。あと、日本にも、辛い食べ物がありますね。わさびです。はい、わさび。わさびは大好きなんですよ。そう。だから、わさび系の辛さだったら全然大丈夫ですね。そう。なんか、唐辛子の辛さって、ホット系、ホットかコールドで言うと、ホット系の辛さじゃないですか。わさびは、なんか、体が熱くなるような辛さではないんですよね。ベロも痛くならないし、ちょっとこう、鼻が痛くなりますね。鼻がツーンとすると言ったりもするんですけど、鼻にこう、辛さが伝わってきて、ちょっと痛い。でも、こう、舌は痛くないから、味はわかるっていう感じですね。あとは、辛さの種類として、ペッパー系の辛さがありますよね。そう、胡椒とか、山椒っていう、ジャパニーズペッパーっていうのかな。そう、ペッパー系の辛さもあります。でも私はペッパー系の辛さもちょっと苦手ですね。少しならいいんですけど、たくさんはかけられない。はい。って感じです。皆さんはどうですか？では、次の質問に行きます。はい。いつかトライしてみたい食べ物はありますか？いつか挑戦してみたい食べ物はありますか？そうですね。まず日本の食べ物は大体挑戦していると思うんですよね。納豆とかも全然食べられるし、海外の人がよく苦手って言っている卵かけご飯、生の卵とか、あとは黒い食べ物ですね。海藻のもずくとか海苔とかひじきとかも全部大好きです。日本の食べ物は大体すべて大好きですね。いつか挑戦してみたい海外の料理としては、まずベジマイト。
ベジマイトって知っていますか？オーストラリアの、何なのかなあれ。ジャムなんですかね。オーストラリアの、ジャムなのかソースなのか、ちょっとカテゴリーがわからないですけど、こういうジャムみたいな容器に入っている真っ黒の食べ物です。で、なんか、匂いがちょっと不思議な匂いがするらしくて、あと、すごくしょっぱい、塩辛い味がするっていう風に聞いたことがあります。で、よくYouTube で、あの、食べてみたっていう動画を見たりして、なんかね、美味しいっていう人と、わーって美味しくないっていう人が、どっちもいるんですよね。なので気になっています。美味しいって言っている人は、パンに、カリカリに焼いたパンに薄くベジマイトを塗って食べています。だから、なんかそういう食べ方なら食べれるんじゃないかなって思っていますね。オーストラリアにまだ行ったことがないので、食べたことがないんですけど、多分ね、日本でも買えると思うんですよね。どっかには売っているんじゃないかなと思います。いつかトライしてみたいけど、なんか一つ買うと全部食べられなかった時に困るので、なんかオーストラリアに行って、お店とかでちょっとだけ食べたりできないかななんて思っています。はい。で、あとは、どこだっけ？スウェーデンかな？スウェーデンの、なんだっけ、魚の、ちょっと発酵したみたいな缶詰があるらしいんですよね。なんだったかな？シュールストレミングかな？シュールストレミングっていう名前だったと思います。はい。なんか発酵した食べ物ってすごく栄養があって、日本でも、美味しくて、ちょっと癖がある感じなんですよ。で、このシュールストレミングも発酵した魚なんですね。すっごい臭い。もう臭くて食べられないっていう人が多いみたいなので、これもいつか食べてみたいな、挑戦してみたいなって思います。はい、食べたことありますか皆さん。そして、あと、ベトナムの卵が、孵化仕掛けの卵を食べる文化があるって聞いたんですよ。孵化したてっていうのは、その中身が白身と黄身の状態ではなくて、こう成長したひよこがこう入ってるみたいな。で、卵の殻を割ると、もうちょっとで生まれそうな小鳥が出てくるっていうものなんですけど、なんかどういう味がするのかなと思って、それも気になっていますね。ちょっと怖いけど、多分美味しいんじゃないかなって思っています。はい。皆さんは世界中で挑戦してみたい食べ物はありますか？なんかいっぱいあります。台湾の臭豆腐とかも食べてみたいと思うし、そう、なんかやっぱり臭いとか、そういう、あの、匂いから入ってくるものって味が想像できないので、挑戦してみたいって思いますね。はい。日本は、納豆は見た目と匂いが苦手な人が多いと思います。あと、食感ちょっとネバネバしているので、それが苦手っていう人が多いと思うんですけど、味はめっちゃ美味しいんですよね。そう。あと、さっき言った黒い食べ物。海苔、もずく、ひじきか。これは、本当に色だけちょっとおかしいんですけど、味は普通なんですよ。そんなに変わった味はしないので、ぜひ、チャレンジしてほしいなって思いますね。何が素晴らしいかって、黒い食べ物は栄養がすごく豊富で、他の食べ物では
たくさん取れない栄養を取ることができます。髪にもいいって言われたりします。なので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。じゃあ次。ちょっと外になんか雨の音がしていますね。雨が急に降り出しました。まあ、大丈夫だと思います。はい、次。健康のために食べるものはありますか？健康のために何を食べていますか？はい。さっき言ったような黒い食べ物は結構常に冷蔵庫に入っていて食べていますね。あと、毎日食べるものといえばヨーグルトをよく食べていますね。ヨーグルトはまずお腹にすごくいいですよね。腸の働きを良くしてくれると言われているので、積極的に食べています。あと、その理由としては、朝から炭水化物を食べると眠たくなっちゃうんですよね。私。そう、だからご飯とかパンとか大好きなんだけど、できるだけお昼以降に食べるようにしています。そう、だから朝はヨーグルトに、ナッツを入れて蜂蜜をかけて食べています。最近は日本でもヨーグルトにプロテインがもう入っていて、1回食べると 10g とか 13g ぐらいのプロテインが取れるものもたくさんあります。そう。なので、だいたい最近はプロテイン入りのものをね、食べています。プロテインドリンクって皆さん飲みますか？私はプロテインドリンクがあんまり好きではないんですよ。たまに飲むけど、なんか頑張らないと飲めないっていう感じなんですね。ちょっと甘すぎるし、ああいうなんかドロドロした液体を飲むのがあまり得意ではないんですよ。なので、プロテインドリンクを飲む代わりにヨーグルトでプロテインを取っていますね。やっぱり一日の食事でどれくらいプロテイン、タンパク質を取れるかってとっても大切なテーマですよね。私は普通に生活をしていたら2、30g くらいしか取れていないと思うんですよ。人間に必要なタンパク質ってだいたい体重と同じか、それよりさらに多いって言われていて、体重と同じっていうか、例えば50キロだったら 50g とか 60g 必要っていうふうに言われていますよね。で、50g ってなかなか取れないですよね。だから食事をするときは常にタンパク質の量をすごく気にします。例えば、ブロッコリーをたくさん食べるとか、卵製品をたくさん食べるとか、お肉もしっかり食べるとか、そういうのを気にしていますね。はい。健康のために考えているのはこれくらいかなと思います。魚も食べますね。魚も頑張って、食生活の中に入れるようにしていますね。日本人は魚をよく食べるっていうふうに言われているんですけど、それはDHA とか EPA とか他の食品には少ない栄養素が魚には含まれているからなんですよね。美味しいし、食べやすいのでみんな食べています。私もよくサーモンとかサバとかアジとかを食べていますね。はい。お寿司も大好きなので、魚はよく食べています。パラグアイに住んでいた時は、魚が本当にサーモンくらいしかなかなか、食べる機会がなくて、
サーモンはよく食べていたんですけど、もっといろんな種類の魚から選びたいなって思っていましたね。はい。なので今はね、スーパーに行ったら生のいろいろなお魚が売っているので、楽しいですね、お買い物が。はい。では、次のトピックに行きます。はい。初めて日本に行ったら何を食べるべきですか？おすすめはありますか？はい。そうですね。初めて。もう結構世界中に日本食のレストランとか、ラーメン屋さん、お寿司屋さんってたくさんありますよね。だから初めて来て感動するものを見つけるのが難しいんですけど、私はとんかつをおすすめしたいですね。とんかつ。豚にパン粉っていう、周りをカバーするものをつけて油で揚げる食べ物です。はい。で、とんかつもきっと多分いろいろな国の日本食レストランで食べることができるんですけど、ちょっとね、違う気がします。うん。ちょっと、そのパン粉がもっと細かかったり、サクッとクリスピーに上がっていなかったり、うん、ちょっと不満ちょっと違うのになって思うことがあります。日本のは結構ふかふかのパン粉をたっぷりつけて油で揚げるので、すごくクリスピー、サクサクってするんですよ。で、中のお肉はジューシーで、ソースとの相性がすごくいいですね。私もね、日本人なんですけど、日本に帰ってくるたびに、とんかつはすごく感動します。とんかつってこんなに美味しかったんだなって、毎回思うんですね。なので、まだ日本の本当のとんかつを食べたことがない人は、ぜひぜひ初めての日本で食べてみてほしいなって思いますね。うん。あとはラーメンとかはもちろんね、おすすめの食べ物ですね。うん。ラーメンもね、すごく種類があって、今は二郎系の野菜がもうめちゃくちゃいっぱい乗って食べきれないみたいな、二郎系ラーメンとか、あとは、豚骨ラーメンとか、あとめっちゃ辛いラーメンとか、本当にいろんな種類があるので、なかなか、どれをおすすめしたらいいかわからないんですけど、私は豚骨ラーメンが好きです。はい。豚骨ラーメンは、みんな美味しいって思うんじゃないかなと思いますね。はい。ね。こんな感じで、じゃあ次の質問に行きたいと思います。はい。一日何回、何時くらいに食事をする？一日何回食事をしますか？何時に食事をしますか？という質問です。はい。基本的な日本人の食生活は3食、朝、昼、晩と食べていると思います。朝はだいたい6時から8時の間くらい。そして昼は12時くらい。そして夜は6時から8時とか、そういう人がすごく多いと思いますね。うん。でも私は結構1日2食のことが多いですね。特に平日は朝ごはんを食べることを忘れてしまいます。はい。ね、今日も朝からちょっと YouTube のことをやっていたりして、食べるのを忘れたまま今12時になろうとしています。うん。本当は食べた方がいいと思うんですけど、時間がもったいないってなってしまいますね。はい。食べるときはそうやってヨーグルトとか食べて、
で、お昼ご飯も、家にある簡単なものを食べて、納豆とか、そういうものを食べて、夜は7時、6時から7時くらいの間に結構しっかり食べます。しっかりとした食事をしますね。なので、私の多くの栄養は夜ご飯に集中していますね。だから夜にあんまり栄養のないものを食べてしまうと、一日に必要な栄養が全然足りないっていうことになってしまいますね。ちょっと、でもやっぱり食事にかける時間が何時間も取れないので、結構、適当になってしまっているかもしれません。皆さんはちゃんと3食食べる習慣ですか？それとも私のように朝は食べずに昼と夜だけですか？または4食食べる国の人とかもいるみたいですよね。なかなかみんな同じようには食べていないと思うんですけど、皆さんの食生活も教えてもらえると嬉しいです。はい。じゃあ次の質問に行きます。はい、次。昆虫食についてどう思う？昆虫食。そう、これね、話したかったんですよね。虫です。虫を食べることについて、皆さんはどうですか？食べられますか？ちょっと気持ち悪いなって思いますか？実は、日本は、ある地域では昔からよく昆虫を食べているんですよ。例えば、蜂の子供とか、イナゴっていう、ちょっと畑にいるような虫なんですけど、そういうのを、どうやって調理するのかな。佃煮って言って、お醤油とかお砂糖みたいな調味料で甘辛く味付けをして食べる地域があります。そう、私はね、この昆虫の佃煮は食べたことがないんですよ。でも、栄養がすごく豊富で、味はほとんど醤油と砂糖の味っていう風に聞きますね。正直、あんまり虫を食べたいっていう気持ちはないです。でも、最近すごく日本の中で昆虫食が必要でいつかのために研究をしているっていう話を聞きます。そういう虫を食べるための研究をしているベンチャー企業とか、スタートアップの会社とかもあるっていうふうに聞きますね。昆虫食が必要になる理由っていうのは、将来的に人口がすごく増えた時に、どうしても動物からお肉を、取って食べるっていうことが追いつかなくなってくるっていう。人口が増える方が早くて、いつか肉を食べられない人が出てくる時に、動物性のタンパク質を、取る手段として昆虫食を進めているっていうふうにニュースでは言われています。そう、昆虫ってすごくタンパク質も豊富だし、タンパク質以外のミネラルとかビタミンとかも豊富らしいですね。で、なんか数年前に日本では無印良品っていうすごく、世界的に有名な企業がコオロギせんべいっていうのを出して結構売れたみたいなんですよね。人気になったみたいなんですよ。そう。で、私はコオロギせんべいなら多分食べられると思います。理由は虫の見た目をしていないから。そう。虫の
顔が見えたり、足が見えると、ちょっと気持ち悪いなって思ってしまいます。皆さんはどうですか？虫の見た目が見えなくて、パウダー状になっているものを料理に使ったり、そういうクッキーとかお菓子に使うっていうのは、なんか食べられるかなって思いますね。そういう、気持ち悪いって思う人をどうやって安心させるかっていうのが昆虫食の成功の鍵じゃないかなって思いますね。最近はもう本当に昆虫を育てるところから、餌をあげたり、いろんなことを全部自動化してロボットがやってくれているみたいなんですよね。そう。で、昆虫って牛とか豚とかに比べて圧倒的に食べるものが少なくて成長するじゃないですか。なんかそれがすごくいいよっていうふうに言われているみたいですね。そして、その食べるものも食品ロスから、捨てられてしまった食べ物とかでも虫は食べてくれる。そして、虫のそのパウダーとかが余ったとしても、何かの畑に撒いたりとか、そういうふうに自然に帰っていくので、食品ロスも少ないっていうふうに言われていますよね。そう。だから、そういうメリットを考えると、とってもいいものなんだろうなって思ったりはします。そう。どうですか？皆さん。皆さんの国では昆虫食は進んでいますか？なんか、前に田舎の遊園地に行ったんですよ。そしたら、田舎の遊園地に昆虫食の自動販売機が置いてあって、すごくびっくりしましたね。なんかこんなに、都会じゃなくて田舎なのに、昆虫食をすごくアピールしているところがあるんだと思って、めちゃくちゃびっくりしました。そう。それはなんか、コオロギとか、バッタだったかな、なんか蜂の子供とか、そういうものをフリーズドライにしてパックに入れて売っていました。多分、ほんと4匹とか5匹しか入っていないのに、1000円とか600円から1000円くらいしていて、びっくりしましたね。買う人いるのかなこんなところでって思ってしまいました。正直言うと。面白がって興味本位で買う人もいるかもしれないですけどね。そう。この、未来に私たちが食べるもの、未来食については、私もすごく興味がある分野で、今、日本でワールドエキスポがやっていますよね。もうね、10月で終わってしまうんですけど、行ってみたかったなって思う理由の一つに、人工肉を、作る、研究所ブースみたいなのがあるんですよ。そこでは、未来の私たちの食生活について、いろいろな発表を見られるっていうことで、すごく行ってみたかったですね。で、そこでは、未来のお肉は、スーパーで買うのではなくて、家庭で作るみたいなテーマで、発表っていうか、プレゼンテーションが、やられているらしいんですよ。そう。で、その家庭でお肉を作るっていうのは、なんか家の本当これくらいのマシンの中で、培養肉っていう、その人工のお肉を成長させて、で、それを、タンパク質の割合とか、自分で栄養素を決めて、で、お肉を作るっていうのを、アイディアですよね。まだアイディアの段階だけど、そういう風な未来が来るかもしれませんね。みたいな感じで紹介されています。
うん。どうですか皆さんは。いいなって思いますか？うん。なんか研究が進んでいくことはすごくいいなって思うんですけど、やっぱりまだまだなんだろうなとは思いますね。まだね、なんかこれくらいのお肉のブロックを作るのに、なんか何ヶ月もかかるみたいな風に言っていて、まだ、食べることはできていなくて、研究をしている段階らしいです。で、2030年までに、100グラムを4000円くらいで売るのが目標だっていうふうに言っていました。そう、100グラムってこれくらいのお肉ですよね。これくらいのお肉を4000円。4000円だったら30ドルぐらい ?20 代後半から30ドルくらいですね。どうですか？高いですか？安いですか？うん。毎日は食べられないけど、新しい技術をそれくらいの値段で、提供し始められることは、安いんじゃないかなって思いますね。2030年って、あと5年ですもんね。あっという間に、もう2030年になるので、本当に実現したら、すごく早いなって思います。うん。でも、今の私たちが食べている肉と同じような価格になるとか、そういうワールドエキスポで見たような家で人工のお肉を作れる未来はまだまだ先なのかなと思います。はい。うん。未来食についてちょっと話しました。じゃあ、次の質問を引きます。はい。ちょっと全部話せないかもしれないですけど、はい。好きな食べ物、嫌いな食べ物について。はい。ちょっとシンプルな質問ですが、好きな食べ物はチョコレートです。はい。もうチョコレートね、大好きすぎて、毎日食べたいくらい好きなんですが、うん。なんかヨーロッパの方ってすごくチョコレート文化というか、チョコレートがすごく有名ですよね。私の人生の夢の一つに、フランスの、サロン・ドゥ・ショコラに行ってみたいという夢があります。サロン・ドゥ・ショコラというのは、チョコレートのお祭りみたいなものですね。すごく規模が大きいみたいで、世界中の美味しいチョコレートが、エキスポには集まるらしいんですよ。いつか行ってみたいなと思いながら、そう、まだ行けてないんですけど、ね、どうやったら行けるのかわからないんですけど、はい、いつかそれが、実現したらいいなと思っています。で、嫌いな食べ物は、特に、特にないんですよね。昔は、セロリとか、ナスとか、そういうものが苦手だったんですけど、大人になったら大好きになりましたね。やっぱり、舌が成長していくと、食べられるようになるものも多いですよね。今の日常生活で、これ嫌いだから食べたくないって思うことは全くないので、嫌いな食べ物はないということにしておきます。はい。皆さんは何が好きで何が嫌いですか？はい。じゃあ次。あと2問くらい答えれたらいいなと思うんですが、大食いですか？小食ですか？はい。大食いというのはたくさん食べること、食べる人のことです。はい。で、小食は、少ししか食べられないことか、少ししか食べられない人のことも言います。はい。で、私は、大食いではないです。たくさん食べられない人で、
小食でもないんですけど、普通普通くらいですね。昔は本当に食べたいものを食べたいだけ食べられる人で、なんか油っぽいものとか、すっごく甘いものも全然食べることができていました。昔は、でも本当子供の頃は、なんかステーキの油の部分とかもすごく好きで好んで食べていたんですが、成長とともに食べられなくなりましたね。もうちょっと油はいいや、みたいな感じになってきています。で、甘いものも大好きなんですけど、なんか昔ほどは食べられなくなってきましたね。すぐお腹がいっぱいになってしまいます。なので、自分が食べたいのにいっぱい食べられないなっていう時は、YouTube の大食い動画を結構よく見ます。ASMR ってわかりますか？食べている、音がすごくいいマイクで聞こえてくるっていうやつなんですけど、その大食いの ASMR を見たりします。最近はあんまり見ないんですけど、パラグアイにいた時は、生の牡蠣とかエビとかを食べたすぎて、そういう動画を見て自分を満足させていました。そう、なんか生牡蠣をいっぱい机に並べて、それを一つずつ食べていく動画が大好きだったんですよね。でね、それをなんか YouTube とか Instagram とかでずっと見ていたので、一時期私のおすすめ画面には牡蠣ばっかりみたいな、全部牡蠣みたいな時があって、なんか、アルゴリズムってすごいなって思いましたね。生牡蠣って、海外だと食べられるところがすごく少ないですよね。海の近くの、すごく水がきれいなところとか、じゃないと食べられないと思うので、やっとね、日本に帰ってきたので、今年の冬は生牡蠣をたくさん食べたいなと思います。そうそう。生牡蠣って、結構お腹が痛くなったり、気持ち悪くなって、菌でお腹がやられて吐いてしまう人とかすごく多いんですよね。それを当たる、そう、牡蠣の菌に当たるっていう風に言うんですけど、さっきの未来食の話に少し戻るんですけど、今、陸で育てる牡蠣っていうのが、研究が進んでいるらしくて、陸でなんか水槽みたいなのを置いて、水をしっかり管理して、きれいな水で育てた牡蠣なら、絶対に当たらないって言われています。すごくいいなと思って。牡蠣って本当によく当たるので、もう大事な予定がある前の日とか食べられないんですよ。それがそういうきれいな水で育てて菌がいないことが分かっている牡蠣ならいつでも食べられるじゃんと思ってね、すごく嬉しいですね。はい。これももう最近そういう牡蠣が世の中に出回り出したらしいので、嬉しいなと思いますね。はい。じゃあ次が最後の、質問に行きます。サプリで栄養をとっていますか？サプリは飲みますか？はい。サプリは飲まないですね。今は飲んでいません。飲んでいた時もあります。結構女性でよくあるのが、鉄分が足りなくて、ふらふらしてしまったり、目がちょっとチカチカして見えなくなるっていうことがあるんですよね。そういう症状がよくあったときは、鉄分のサプリを飲んでいたりしました。あとは、なんか、
マルチビタミンみたいな感じで、いろんなビタミンが入ったサプリを飲んでいたこともありますね。最近はもうめんどくさくなって飲んでいません。飲むの忘れちゃうんですよね。皆さんは大丈夫ですか？飲めますか？毎日。ね、毎日決まった時間にお薬を飲むのがすごく苦手なので、今は飲んでいません。そう、サプリで思い出したんですけど、少し前に YouTube かな？ YouTube で、完全食、いろんな栄養が入ったドリンクを飲むだけの生活をしている人の動画を見ました。そう、そのドリンクを飲むのが朝ごはんの代わり、昼ごはんの代わり、夜ごはんの代わりということで、固形物を全く食べない人でした。料理をする時間ももったいないし、作る作業もめんどくさいので、それでもう、一瞬で栄養をチャージできるなら、その方がいいっていうことで、その人はその生活をしていました。で、もうその動画のコメント欄はめちゃくちゃ炎上していましたね。こんな生活を続けていたらいつか病気になるとか、噛むっていうことをしていないので、顎が弱るとか、いろんなデメリットをみんな書いていましたね。確かにずっともうそれ以外全く口にしなかったら確かに顎は弱るかなって思います。でもたまにそういう完全食、完全な栄養が入ったドリンクで食事を済ますっていうのは結構ありかなと私は思いますね。やっぱり何度も言っていますが、料理ってすごく時間と手間がかかるので、簡単に栄養を取れるならそれでもいいかなって正直思ってしまいますね。皆さんはどう思いますか？サプリはあり派ですか？なし派ですか？ジャンキーな食べ物とかも話をしたかったんですけど、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。はい。私はこのポッドキャストのトランスクリプトを作っています。ペイトリオンでそれはゲットすることができるので、ぜひペイトリオンを見てみてください。はい。そして、インスタグラムもやっています。ぜひそちらもフォローしてください。はい。こんな感じかな。はい。それでは今日の動画が面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価、をしてもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。